レッスン1、効果的な交渉テクニック。アンナさん、こんにちは。重要な交渉の準備をしています。交渉を効果的に進めるコツはありますか？こんにちは、ジョン。交渉は難しいかもしれませんが、適切なテクニックがあれば成功することができます。まず、調査を行い、必要な情報をすべて収集します。それは良い点です。交渉に入る前に必ずすべての事実と数字を集めておきます。他に心に留めておくべきことはありますか？相手の視点を理解することが不可欠です。相手の立場に立って、相手のニーズや懸念を予測するようにしましょう。彼らの視点を理解することは理にかなっています。そうすることで、共通点を見つけ、双方に利益をもたらす解決策を提案することができます。交渉はどのように始めればいいのか？まず、目標を明確かつ簡潔に述べてください。自信を持って断定的であるだけでなく、妥協したり相互の合意を見つけたりしても構いません。それを心に留めておくよ。明確な目標から始めると、交渉の調子が立てやすくなる。双方にメリットのある結果を目指します。具体的に使うべきテクニックはありますか？アクティブリスニングは非常に重要です。相手の言っていることに注意を払い、適切な質問をしてください。そうすれば、相手の意見を大切にし、共通点を見つけようとしていることがわかります。アクティブリスニングは私が上達しなければならないスキルです。注意深く耳を傾け、思慮深い質問をする努力をします。交渉中にポジティブな雰囲気を醸し出すにはどうしたらいいか？交渉中は、プロフェッショナルで礼儀正しい態度を維持してください。守備的になったり、対立的になったりすることは避けてください。個人攻撃ではなく、目前の問題に集中しましょう。プロフェッショナルで敬意のある態度を保つことは重要です。たとえ物事が困難になっても、落ち着いて行動します。異議や意見の相違にはどうすれば対処できますか？証拠と論理的推論を提供することによって異議に対処する。落ち着いて、明確で説得力のある方法で要点を提示してください。代替案を提示する準備をしておきましょう。証拠と論理的推論をもって異議申し立てを処理することは理にかなっています。私の議論を裏付ける裏付けとなる事実のリストを用意しておきます。交渉をポジティブに終わらせるにはどうすればいいか。合意した点をまとめ、次のステップを明確に理解するようにしてください。交渉の機会を与えてくれたことに感謝の気持ちを伝え、プロフェッショナルな雰囲気を保ちましょう。要点をまとめ、感謝の気持ちを伝えることは、交渉を前向きに終わらせるための素晴らしい方法です。交渉の際に必ず聞いてみようと思います。最後に何かアドバイスは？交渉プロセス中は、柔軟で順応性のある姿勢を保つことを忘れないでください。創造的な解決策を積極的に受け入れ、共通点を見つけようと努めましょう。幸運を祈ります。ありがとうございます。ご指導ありがとうございます。これらのテクニックを応用して、自信を持って交渉に取り組みます。これが成功への道だ。レッスン2、自己不信の克服。こんにちはアンナ。時々私は自分の能力を疑います。どうすれば自己不信を克服し、もっと自分を信じることができますか？こんにちは、ジョン。自信が持てないことはよくあることですが、誰にでも不安な瞬間があることを忘れないでください。自分の能力を認め、否定的な考えに挑戦することが重要です。それを聞いて心強いです。自己不信が忍び寄ってきたら、
自分の強みと成果を思い出すように努めます。自分を他人と比較するのをやめるにはどうすればいいですか？自分の進歩と旅に集中してください。比較は自尊心に悪影響を及ぼすことがあります。自分の業績を祝い、個人の成長のための現実的な目標を設定してください。それは素晴らしいアドバイスです。どんなに小さなことでも、自分の成長に焦点を移し、自分の成果に誇りを持ちます。どうすれば内なる批評家を黙らせることができるでしょうか？ネガティブなセルフトークの妥当性に疑問を投げかけること。自己批判的な考えをポジティブな断言や過去の成功を思い出させるものに置き換えましょう。自分のネガティブな考えに疑問を投げかけ、ポジティブな考えに置き換えるように意識的に努力します。今こそ自分に優しくする時です。馴染みのない状況で自信をつけるにはどうすればいいか。十分に準備し、必要なスキルと知識を身につけてください。安全な環境で練習し、誰もが初心者から始めることを思い出してください。準備と練習は理にかなっています。不慣れな状況に備えて十分な準備をしておき、初心者でも大丈夫だということを忘れないようにします。自己不信が生じた場合、どうすればサポートを受けることができますか？励ましや指導ができる信頼できる友人、家族、メンターに連絡してください。懸念事項を共有することで、自己不信感を和らげることができます。他者からの支援を求めることは重要です。自分の苦労を分かち合い、私を信じてくれる人に導きを求めることを忘れないようにします。失敗を学習の機会として受け入れるにはどうすればよいでしょうか？視点を変えて、失敗を成長への足がかりとみなしてください。何が悪かったのかを分析し、そこから学び、その知識を生かして改善していきましょう。私は考え方を変え、失敗は自分の能力を反映したものではなく、貴重な学習経験とみなします。今こそ成長を受け入れる時です。どうすればポジティブなマインドセットを保てますか？ポジティブに身を包んでください。感謝の気持ちを実践し、楽しい活動に取り組み、セルフケアに集中してください。自己信念と回復力のマインドセットを養います。ポジティブな気持ちで自分を囲み、感謝の気持ちを実践することは、ポジティブな考え方を維持するための素晴らしい方法です。セルフケアと自己信念を優先します。自己不信が続くとき、どうすればモチベーションを保てますか？現実的な目標を設定し、それを管理しやすいステップに分解します。途中で小さな勝利を祝い、自分の進歩を思い出してください。目標を小さなステップに分けて勝利を祝うのは良い戦略のように思えます。自分の進歩を認めることでモチベーションを保ちたいです。自己不信を克服するための最後のヒントはありますか？自信が持てないのは旅のごく普通のことだということを忘れないでください。自分自身に忍耐強く、セルフコンパッションを実践し、自分の可能性を信じてください。ありがとうございます。ご支援とご指導に感謝します。これらの戦略を実行して、もっと自分を信じていきたいです。自己不信を克服しよう。レッスン3、時間管理をマスターする。アンナさん、こんにちは。時間を効果的に管理するのに苦労することがよくあります。タイムマネジメントのスキルを向上させる方法について何かアドバイスはありますか？こんにちは、ジョン。時間管理は難しいかもしれませんが、役立つ戦略があります。まず、重要度と期日に基づいてタスクに優先順位をつけます。タスクに優先順位をつけることは、良い出発点のように思えます。リストを作成して、最も緊急で重要なタスクに焦点を当てます。
先延ばしにならないようにするにはどうすればいいですか？タスクを小さく管理しやすいチャンクに分割します。各パートに具体的な期限を設定し、責任を果たしましょう。ポモドーロテクニックのようなテクニックを使って集中力を保ちましょう。タスクを小さな部分に分割し、期限を設定することで、先延ばしを避けることができます。集中力を保つためにポモドーロテクニックを試してみます。気を散らすものはどう？働きやすい職場環境を作ることで、気を散らすものを最小限に抑えます。通知をオフにしたり、ソーシャルメディアの使用を制限したり、他の人と境界線を伝えたりしましょう。気を散らすことのない職場環境を作ることは非常に重要です。通知はオフにして、仕事の邪魔を最小限にするため、自分の境界線を伝えます。タスク期間を正確に見積もるにはどうすればいいですか？タスクに費やした時間を追跡して、どれくらいの時間がかかるかをよりよく理解しましょう。タイマーや時間管理アプリなどのツールを使用して、見積もりスキルを向上させましょう。時間を追跡することで、タスクの所要時間をより正確に見積もることができます。タイマーやアプリを使って、各タスクにかかる時間を監視します。整理整頓するにはどうすればいいですか？プランナーまたはデジタルカレンダーを使用して、コミットメントをスケジュールし、追跡しましょう。プロジェクトを小さなマイルストーンに分け、重要な期日にはリマインダーを設定しましょう。プランナーやデジタルカレンダーは、整理整頓を保ち、自分の約束を把握するのに役立ちます。プロジェクトをマイルストーンに分け、リマインダーを設定します。中断や予期しないタスクを管理するにはどうすればいいですか？予期しないタスクに対応できるように、スケジュールにはある程度の柔軟性を持たせてください。その緊急性と重要性を評価し、可能であればスケジュールを変更するか、委任してください。柔軟性を持たせ、緊急性を評価することで、中断をより適切に管理できるようになります。必要に応じてタスクを再スケジュールしたり、委任したりします。生産性を向上させるにはどうすればよいか？セルフケアを優先し、定期的に休憩をとってください。マインドフルネスを実践し、一度に一つのタスクに集中してください。他の人が実行できるタスクを委任する。セルフケアを優先し、休憩を取ることは生産性にとって不可欠です。マインドフルネスを実践し、必要に応じてタスクを委任します。タイムマネジメントのミスからどうすれば学べますか？過去の過ちを振り返り、改善すべき分野を特定します。それに応じて戦略を調整し、経験から学んで将来の時間管理を強化してください。過去の過ちを振り返り、戦略を調整することは、時間管理のスキルを向上させるのに役立ちます。自分の経験から学び、必要な変化を起こします。最後に、効果的な時間管理のためのヒントはありますか？期待を現実的に受け止め、やりすぎないようにしてください。自己規律を身につけ、自分の時間管理戦略に一貫性を持たせましょう。これで決まりです。ありがとうございます。ご指導ありがとうございます。これらのヒントを実践して、時間管理スキルの向上に取り組みます。より生産的で組織的な生活を送りましょう。レッスン4、自然を探索する。こんにちは、アンナ。オールドスワンとミンスターミルについて聞いたことがありますか？素晴らしい自然に囲まれた評価の高いホテルです。こんにちは、ジョン。はい、聞いたことがあります。ロケーションは素晴らしく聞こえます。私はいつも美しい自然環境を提供するホテルに泊まりたいと思っていました。オールドスワン&ミンスターミルは自然愛好家に最適です。
川、庭園、遊歩道がある美しい風景に囲まれています。それは楽しそうですね。川沿いを長く散歩したり、庭園の静けさを楽しんだりすることを想像できます。そこでは他にどんなアクティビティができますか？ウォーキングトレイルの他に、釣り、サイクリング、クロケットなどのアクティビティも楽しめます。アウトドアレクリエーションを楽しむには絶好の場所です。釣りやサイクリングは楽しいアクティビティのようです。自然と触れ合い、何か新しいことに挑戦する絶好の機会です。近くに観光スポットはありますか？絶対に。ホテルは魅力的な村々や風光明媚な田園地帯で知られるコッツウォルズの近くにあります。コッツウォルズの探索は必見です。コッツウォルズを探索するのは魅力的に思えます。美しい石造りのコテージやなだらかな丘の写真を見たことがあります。ユニークな体験になるに違いありません。本当にそうです。古き良き時代の魅力と伝統的な英国建築で知られるバーフォードやバートン、オン・ザ・ウォーターなどの村を訪れることができます。バーフォードとバートン・オン・ザ・ウォーターについて聞いたことがあります。まるでおとぎ話からそのまま出てきたようなものです。あの趣のある通りをブラブラ歩時きたいです。間を遡るようなものです。コッツウォルズでは乗馬、ピクニック、史跡巡りの機会もあります。このような美しい環境での乗馬やピクニックは素晴らしいでしょう。自然の美しさに囲まれてのんびりとした一日を過ごすことが想像できます。絶対に。観光で一日を過ごした後は、ホテルのスパでくつろいだり、地元の食材を使ったレストランで美味しい食事を楽しんだりできます。それは冒険の一日の後にリラックスするのに最適な方法のように思えます。スパセッションと美味しい食事は素晴らしい一日の締めくくりになるでしょう。確かに。オールド、スワン、ミンスター、ミルでは自然、歴史、リラクゼーションがユニークに融合しています。活力を取り戻す休暇を過ごすのに理想的な場所です。ぜひ訪れてみたい場所のようです。素晴らしい自然、魅力的な村、豪華なアメニティの組み合わせに抵抗するのは難しいです。忘れられない体験ができる隠れた一品です。静寂を求めるにしても、アウトドアアドベンチャーを求めるにしても、オールド、スワン、ミンスター、ミルには全てが揃っています。この隠れた一品を共有していただきありがとうございます。今では訪れるべき場所のリストに載っています。自然に浸ってコッツウォルズを探索するのが待ちきれません。どういたしまして。きっと素晴らしい時間を過ごせると思います。自然の美しさを楽しみ、心に残る思い出を作りましょう。楽しい旅を。レッスン後、居心地の良いカフェでのコーヒー会話。アンナさん、こんにちは。このカフェはとても居心地の良い雰囲気です。ここのコーヒーは好きですか？こんにちは、ジョン。雰囲気は素敵です。コーヒーはまだ飲んでないよ。それを味わう機会はありましたか？はい、あります。ここのコーヒーは格別です。香りと風味が本当に楽しいです。それは魅力的に聞こえます。私はいつも美味しいコーヒーを飲みたいと思っている。何をおすすめしますか？カプチーノは素晴らしいです。濃厚なエスプレッソとビロードのようなミルクの泡のバランスが絶妙です。
私は間違いなくカプチーノを試してみます。他に特製ドリンクはありますか？絶対に。ラテ、マキアート、さらにはユニークな季節の創作料理など、幅広い種類の飲み物を取り揃えています。バラエティに感謝します。様々な好みに合うオプションがあるのはいいですね。特製ペストリーやお菓子はありますか？はい、焼きたてのペストリー、ケーキ、クッキーが展示されています。チョコレートクロワッサンは最高です。私の弱点はチョコレートクロワッサンです。彼らには抵抗できない。コーヒーと一緒に絶対飲みます。完璧な組み合わせです。温かいフレーク状のクロワッサンと温かいコーヒーの組み合わせは至福のひとときです。確かに、それは人生の小さな喜びです。コーヒーとペストリー以外に、このカフェで目立つものはありますか？居心地の良いシーティングエリアとソフトな BGM がリラックスした雰囲気を作り出しています。リラックスして会話を楽しむのに最適な場所です。心地よい雰囲気のカフェがいいですね。おしゃべりしたり、他の人と交流したりできる場所があるのはいいですね。絶対に。友人、同僚、さらには穏やかなひとときを求めている一人旅の集まるスポットです。それは素晴らしいです。新しい人との出会いや会話を楽しんでいます。学び、視野を広げる素晴らしい方法です。これ以上は同意できませんでした。コーヒーを飲みながらの会話は啓発的であり、またユニークな視点を与えてくれます。シンプルな飲み物が人々を結びつけ、興味深い議論を巻き起こすことができるのは驚くべきことです。間違いなく、コーヒーにはつながりを築き、コミュニティ意識を育む方法があります。そのコミュニティ意識を体験し、ここで美味しいコーヒーを楽しむのを楽しみにしています。きっと素敵な時間を過ごせると思います。このカフェには誰もが歓迎され、アットホームな雰囲気を醸し出しています。この魅力的な場所を紹介してくれてありがとう。一緒にこのコーヒーの冒険に乗り出すことができてワクワクしています。どういたしまして。この居心地の良いカフェで、一口一口を味わい、美味しいおやつに舌鼓を打ち、心に残る思い出を作りましょう。レッスン6、自然保護とその意義。アンナさん、こんにちは。自然保護について学んだことはありますか？環境を守ることは重要です。こんにちは、ジョン。はい、自然の美しさとバランスを保つためには、自然保護が不可欠です。彼らは学校でそれを教えてくれました。それは素晴らしい。若い世代にとって、天然資源を保護することの重要性を理解することは重要です。絶対に。彼らは持続可能な観光の重要性と人間活動が環境に与える影響を強調しました。それを聞くのは素晴らしい。地球を守る上で、誰もが自分の役割を認識することは極めて重要です。私たちが取ることができる具体的な行動について何か言及しましたか？はい、彼らは保全活動に貢献するための様々な方法について話し合いました。その一つが、再生可能エネルギー源を利用して二酸化炭素排出量を削減することです。これは持続可能性に向けた大きな一歩です。環境への影響を最小限に抑えるためには、クリーンな代替エネルギーに優先順位をつけることが重要です。
また、リサイクルと廃棄物の最小化の重要性についても言及しました。日々の習慣を少し変えるだけで大きな違いが生まれます。絶対に、リサイクルと廃棄物の削減は、資源を節約し汚染を減らすためのシンプルで効果的な方法です。また、自然生息地を保護することの重要性も強調しました。生態系を保護することで、無数の動植物種の生存が保障されます。それは本当です。生物多様性は地球の健康にとって不可欠であり、生態系全体のバランスにも貢献しています。また、保護に関する意識を高め、他の人々を教育することの重要性についても言及しました。知識を広めることで、より多くの人々が行動を起こすきっかけになります。それは重要な側面です。他者を教育し、関与させることで、持続可能な未来に向けた共同の取り組みを生み出すことができます。彼らは、保全は共通の責任であることを強調しました。そのためには、個人、地域社会、政府の参加とコミットメントが必要です。それは貴重な点です。効果的な保全戦略をより大規模に実施するには、協力が鍵となります。また、気候変動が環境に与える影響と、その影響を適応緩和する必要性についても言及しました。気候変動は確かに差し迫った問題です。持続可能な取り組みを優先し、温室効果ガス排出量の削減に取り組むことは重要です。地域社会に目に見える影響を与えるために、地域の保護プロジェクトや組織に参加するよう奨励してくれました。それは素晴らしいです。自然保護活動に参加することで、自然環境の保護に積極的に貢献することができます。全体として、彼らの教えは、すべての個人が意識的な選択と行動を通じて前向きな変化をもたらす力を持っていることを強調していました。それは力強いメッセージです。私たち全員が環境を管理し、将来の世代のために環境を保護する能力を持っていることを知ると、とても刺激的です。絶対に。これらの教訓を心に留め、自然の美しさを守るために自分たちの役割を果たしましょう。これ以上は同意できませんでした。力を合わせれば、大きな影響をもたらし、より持続可能で豊かな地球を作ることができるのです。一緒にこの旅に乗り出し、他の人にも自然保護の使命に参加するよう促しましょう。確かに、私たちが世界で見たいと思う変化となり、より明るく環境に優しい未来に向けて努力しましょう。レッスン7、快適さと見栄えの良さを大切にする。アンナさん、こんにちは。外見が人を定義するべきではないことについて話したかったのです。私たち独自の方法で快適で見栄えを良くすることが重要です。こんにちは、ジョン。完全に同感です。快適さを優先すると同時に、自分自身を本物らしく表現することが不可欠です。絶対に、私たちは、社会的な期待や判断にかかわらず、自信を持って自分の肌に落ち着くべきです。それは本当です。私たちの価値は外見を超えています。大切なのは私たちの性格、才能、そして他者への接し方です。全くその通りだ。私たちの真の定義は行動と資質であって、外見だけではない。着心地が良く、自分のスタイルを反映した服装をすることが重要です。自信は内面から生まれます。
正確に、本物の自分に合った服装をすると、自信が醸し出され、ポジティブな印象を与えます。そして、それは服だけではありません。見栄えを良くするということは、個人の衛生管理や身だしなみに気を配るということでもあります。それは重要な側面です。良好な衛生状態を維持し、身だしなみを整える習慣を保つことは、自分自身や他者への敬意を示すものです。絶対に。それは、ありのままの自分に忠実でありながら、最高の自分を表現することです。私たちは自分の肌に心地よさと自信を感じるべきです。よく言った。快適であることと、自分自身をうまく表現するための努力をすることのバランスを取ることです。また、快適さと見栄えの定義は人によって異なる可能性があることを覚えておくことが重要です。それは個人的な選択です。まさに、最も重要なのは、自分自身についてどう感じるかです。大切なのは、自分の個性を受け入れ、ありのままの自分に忠実であることです。社会の美やファッションの基準が私たちの自尊心を左右するものであってはなりません。私たちは独自の基準を定め、独自の資質を受け入れるべきです。スポットオン。私たちは自分の個性を尊重し、真の美しさは内面から生まれることを認識すべきです。絶対に。自分の性格を伸ばし、他人に優しく接することに集中すると、真の美しさが輝きます。よく言った。自分の肌に心地よくなり、本物の自分を表現し、外見を超えて自分の価値を定義することを忘れないようにしましょう。確かに。私たちのユニークさを受け入れ、快適さを優先し、内側から自信を放ちましょう。乾杯。本当の自分を受け入れ、快適で見栄えを良くし、他の人にも同じことをするように促すことが大切です。レッスン8、ワークアウトルーチンを開始する。アンナさん、こんにちは。ワークアウトルーチンを始めることを考えています。週に3日から始めて、徐々に5日に増やしたいです。あなたはどう思いますか？こんにちは、ジョン。それは素晴らしい計画のようですね。ワークアウトの頻度を徐々に増やしていくのが賢いアプローチです。私も同感です。自分の体の声に耳を傾け、最初は無理をしすぎないことが大切です。一貫性が鍵です。絶対に。週に3日から始めれば、フィットネスの目標に向かって進歩しながら、体が順応して回復することができます。それが私の目標です。全体的なフィットネスを向上させ、時間をかけて筋力と持久力を高めたいと思っています。それは素晴らしいです。心血管系エクササイズ、筋力トレーニング、柔軟性エクササイズを組み合わせてルーチンに組み込むことを忘れないでください。良い点です。さまざまな筋肉群に働きかけ、全体的なフィットネスと柔軟性を維持するには、多様性が重要です。また、ワークアウトセッションごとに特定の目標を設定することもお勧めします。持続時間を増やすことであれ、強度を上げることであれ、目標を設定することでモチベーションを維持できます。それを心に留めておくよ。測定可能な目標を設定することで、自分の進捗状況を把握し、その過程で達成したことを祝うことができます。そして、適切な栄養と水分補給の重要性を忘れないでください。栄養価の高い食べ物で体に栄養を与え、水分を補給することがトレーニングをサポートします。絶対に、バランスの取れた食事と十分な水分補給は、
ワークアウト中に最高のパフォーマンスを発揮するために必要なエネルギーを与えてくれます。また、自分の体に耳を傾け、休息をとることも不可欠です。休息と回復はワークアウトそのものと同じくらい重要です。そうだね。休むことで筋肉が修復され強くなります。フィットネスの旅には欠かせないものです。上達するにつれて、恐れずに挑戦し、新しいエクササイズやアクティビティに挑戦してください。ワークアウトを魅力的で楽しいものにしてください。それは素晴らしいヒントです。新しいことに挑戦することで、ワークアウトルーチンを刺激的に保ち、退屈や停滞を防ぐことができます。そして、一貫性が鍵であることを忘れないでください。やる気がない日でも、何もしないよりは、現れて何かをする方がいいです。それを心に留めておくよ。一貫性こそが、最終的には長期的な成果とより健康的なライフスタイルにつながります。絶対に。このフィットネスの旅に出られることを楽しみにしています。プロセスを楽しみ、すべてのマイルストーンを祝うことを忘れないでください。ありがとうございます。あなたのサポートは大きな意味があります。ワークアウトを重ねるごとに、より強く、より健康になるのを楽しみにしています。これ持ってるね。私はここにいて、あらゆる段階であなたを応援します。フィットネスの旅を成功させ、充実したものにしましょう。ありがとうございます。あなたの励ましはやる気になります。より健康で、より強く、より活力に満ちた自分へと導きます。レッスン9、目的地での予防接種。アンナさん、こんにちは。新しい目的地への旅行を計画しています。渡航要件と必要な予防接種について確認しておきたいです。何かアドバイスはありますか？こんにちは、ジョン。ワクワクする。旅行前に目的地の具体的な要件を調べることは常に重要です。絶対に。旅行中にサプライズや複雑なことはしたくない。準備は重要です。まず、政府の公式ウェブサイトを確認するか、訪問している国の大使館に連絡してください。入国要件に関する最新情報を提供します。いいアイディアだ。それらの情報源を必ず確認して、正確で信頼できる情報を集めます。さらに、その目的地に行く旅行者に推奨または必要な特定の予防接種があるかどうかを確認してください。それは非常に重要です。新しい場所を探検する間は、自分の健康と安全を優先したいと思っています。定期予防接種に関する最新情報を把握し、特定の旅行関連の予防接種を受けるには、医療提供者または旅行医療機関にご相談ください。絶対そうするよ。自分と他人を守るために必要な措置を講じることが重要です。また、医療費をカバーする旅行保険の購入を検討してください。不測の事態に備えておくことをお勧めします。そうだね。旅行保険は安心感を与えてくれるし、万が一、医療上の緊急事態が発生した場合でもサポートを受けられるようにしてくれる。バンドエイド、鎮痛剤、必要な薬などの必需品が入った小さな応急処置キットを忘れずに用意してください。それは良い思い出です。万が一の場合に備えて、基本的な医療用品を手元に用意しておくのが賢明です。
また、礼儀正しくポジティブな旅行体験ができるよう、現地の慣習や文化規範をよく理解しておくことも重要です。絶対に、有意義で楽しい旅行には、現地の文化や伝統を尊重することが不可欠です。最後に、目的地に関する旅行勧告や警告について常に最新情報を入手してください。常に自分の安全を最優先することが重要です。ありがとうございます。ご指導、ご多幸をお祈り申し上げます。自信と知識を持ってこの新しい旅に出られることを嬉しく思います。レッスン10、ホテルハンティング。アンナさん、こんにちは。旅行を計画していて、ホテルを探す必要があります。手頃な価格のものを探しています。ホテルの予算を立てる方法について何か提案はありますか？こんにちは、ジョン。リーズナブルな価格のホテルを見つけることは、旅費を管理する賢い方法です。いくつかのオプションを見てみましょう。ありがとう。快適さと手頃な価格のバランスを取りたいです。どこから検索を始めるべきかについてのヒントはありますか？まず、ホテルのお得な情報や割引を提供する旅行ウェブサイトやアプリを閲覧することから始めます。多くの場合、予算内で宿泊施設を見つけるのに役立つフィルターそれはがついてい素晴らます。しいアイディアだ。それらのフィルターを必ず利用して選択肢を絞り込むつもりです。もう一つの選択肢は、観光客の少ないエリアに滞在することを検討することです。人気の観光スポットから離れた場所にあるホテルの方が予算に優しい傾向にあり良います。点です。混雑していないエリアを探索することで、目的地のより本格的な体験を提供することもできます。予約する前にホテルのレビューを読み、評価を確認することを忘れないでください。これにより、ホテルが提供する品質とサービスの概要がわかります。絶対に、レビューは貴重な洞察をもたらし、情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。ホテルのウェブサイトで直接予約するか、直接電話で予約することを検討してください。他では利用できない特別なプロモーションや割引がある場合もあります。それを心に留めておくよ。直接予約すると、余分なお金を節約でき、柔軟性が高まるかもしれません。希望があれば、ゲストハウス、ホステル、バケーションレンタルなど、別の宿泊施設を探すこともできます。多くの場合、予算に優しい選択肢を提供しています。それは素晴らしい提案です。これらのオプションも調べて、自分の好みや予算に合っているかどうかを確認します。最後に、旅行日を柔軟に設定してください。料金は、時期や曜日によって異なる場合があります。お得に利用するには、オフピークシーズンに旅行することを検討してください。それは絶対に検討するよ。旅行日を柔軟に設定しておくと、より手頃な料金を見つけるのに役立ちます。宿泊施設の予算を把握し、それに応じて資金を配分することを忘れないでください。計画した経費の範囲内に留めることが重要です。そうだね。宿泊費の予算を組むことは、旅費全体を効果的に管理するのに役立ちます。
レッスン11、ぐっすり眠るためのリラクゼーションテクニック。こんにちはアンナ。今日はストレスの多い一日でした。ああ、それは残念だ。寝る前にリラックスするために何かした？こんにちは、ジョン。それを聞いてすまない。ぐっすり眠るには就寝前のリラクゼーションが不可欠です。いくつかのテクニックを探ってみましょう。ありがとう。リラックスして元気を取り戻すには本当に必要でした。何を提案しますか？深呼吸法の練習を検討してください。鼻からゆっくりと息を吸い、数秒間押し続けてから口から吐き出します。心を落ち着かせ、体をリラックスさせるのに役立ちます。それはシンプルでありながら効果的ですね。今夜試してみて、リラックスに役立つかどうか見てみます。別のテクニックは全身的筋弛緩法です。まず、つま先から頭にかけて、体の各筋肉群を緊張させてから解放します。心身のリラックスを促します。そのテクニックは聞いたことがありますが、試したことはありません。今夜は絶対やってみるよ。就寝前のルーチンを作成すると、リラックスする時間であることを体に知らせることもできます。本を読んだり、心地よい音楽を聴いたり、温かいお風呂に入ったりするなどのアクティビティを考それらはえてみ素晴らしいましょう。提案です。それらのアクティビティのいくつかを夜のルーチンに取り入れてみます。就寝前にスクリーンへの露出を制限することも重要です。デバイスから発せられる青色光は睡眠を妨げることがあります。代わりに物理的な本を読んでみてください。携帯電話は必ずベッドから離しておきます。リラックスするには本を読むのがいい方法のように思える。快適な睡眠環境を作ることも重要です。寝室が涼しく、暗く、静かであることを確認してください。必要に応じて耳栓やアイマスクの使用を検討してください。それを心に留めておくよ。良い睡眠環境は、私の睡眠の質に大きな違いをもたらしうる。就寝前にカフェインや重い食事をとることは避けてください。お腹が空いたら軽食を選び、コーヒーやカフェイン入りの飲み物の代わりにハーブティーを選びましょう。良い点です。カフェインの摂取量に気をつけて、寝る前にもっと健康的な選択肢を選ぶつもりです。最後に、寝る前にマインドフルネスや瞑想をしてみてください。心を落ち着かせ、長引くストレスや心配を解消するのに役立ちます。マインドフルネスについて素晴らしいことを聞いたことがあります。就寝前にリラックスできるように、ガイド付きの瞑想の方法をいくつか探っていきます。これらのリラクゼーションテクニックを使えば、リラックスして体を整え、ぐっすりとお休みいただけます。平穏な夜をお過ごしください。ありがとうございます。役に立つアドバイスをいただければ幸いです。これらのテクニックを実践して、ぐっすり眠れるのを楽しみにしています。レッスン12、ソーシャルメディアと写真の共有。こんにちは、アンナ。今日ソーシャルメディアに投稿した写真を見たことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、やりました。あなたの写真は素晴らしい。どこで撮られたの？ありがとう。それらの写真は、私が最近山でハイキングをした時に撮ったものです。景色は息を飲むほどでした。うわぁ、山々は素晴らしく見えます。
あなたが自然の美しさを捉えた方法が大好きです。素晴らしい経験だったに違いありません。本当にそうだった。自然の素晴らしさに囲まれていると、爽快で元気が出ました。それを写真を通して共有できてよかったです。あなたの写真は間違いなく静けさと冒険の感覚を呼び起こしました。眺めているだけで、爽やかな山の空気をほとんど感じることができました。写真が体験の本質を伝えてくれたことにワクワクしています。ほんの一瞬でも、人々を山に連れて行きたかったのです。任務完了。あなたの写真にインスパイアされて、自分だけのハイキング旅行を計画しました。素晴らしい写真を撮るコツはありますか？絶対に、屋外で写真を撮るときは、照明に注意してください。ゴールデンアワーは、日の出直後または日没前の時間帯で、柔らかく暖かい光が差し込み、美しい写真が撮れます。それは素晴らしいヒントです。自然の美しさを高めるために、ゴールデンアワーには必ずフォトセッションを計画します。さらに、様々な角度や遠近法を試して、写真に奥行きと面白さを加えましょう。様々な構図やフレーミングテクニックを試してみてください。それを心に留めておくよ。思い出に残る瞬間を捉えるには、創造性を発揮し、既成概念にとらわれずに考えることが重要です。共有する前に写真を編集することを忘れないでください。明るさ、コントラスト、彩度などの簡単な調整で大きな違いが生まれます。編集についておっしゃってよかったです。そのステップを見落としがちだ。投稿する前に必ず写真を強調しておきます。もう一つのヒントは、視聴者と交流することです。コメントやメッセージに返信し、サポートに感謝の気持ちを示しましょう。つながりやコミュニティの感覚が生まれます。つながりを築くことは不可欠です。フォロワーと関わり、有意義な交流ができるよう努力します。最後に、ソーシャルメディアプラットフォームのプライバシーとセキュリティの設定に注意してください。設定を調整して、自分の写真や個人情報を閲覧できるユーザーを制限してください。それは重要なリマインダーです。オンラインプライバシーを保護することは、今日のデジタル時代において極めて重要です。プライバシー設定が整っていることを確認します。これらのヒントに従うことで、安全で魅力的なオンラインプレゼンスを維持しながら、体験を効果的に記録して共有することができます。冒険をシェアし続けましょう。レッスン13、宿泊と最終アドバイス。アンナさん、こんにちは。次の旅行の宿泊施設のオプションを調べています。何かおすすめはありますか？こんにちは、ジョン。もちろん、手伝うよ。どんなタイプの宿泊施設をお探しですか？ホテル、ホステル、それとももっとユニークなホテルですか？私は様々な選択肢を受け入れています。快適さと便利さが重要です。ベストディールを見つけるための提案はありますか？お得な情報を見つける一つの方法は、様々な予約サイトの価格を比較することです。Booking.com や Airbnb のようなウェブサイトには幅広い選択肢があります。それはいい考えだ。必ず価格を比較し、レビューを読んで、情報に基づいた決定を下します。別の選択肢は、地元のゲストハウスやベッド&ブレックファーストに滞在することを検討することです。
より本格的な体験をしたり、地元の人々と交流したりする機会を提ゲスト供すハウスにることがで泊まるのはきます。面白そうですね。現地の文化を肌で感じてみるのもいいだろ間違いなく。さらに、ゲストハウスは多くの場合、行き届いたサービスや、地元の観光スポットや隠れた名所についての情報を教えてくれます。う。それは大きな利点です。旅を最大限に楽しむためにゲストハウスを予約することを考えよう。最後に、スムーズで楽しい旅行体験をするためのアドバイスはありますか？軽くてスマートに収納できます。さまざまな服装に合わせて組み合わせることができる必需品と用途の広い衣類のみを持参してください。それは貴重なヒントです。軽いスーツケースを持って旅行すると、旅がより快適になり、手間もかからなくなります。また、パスポート、ビザ、必要な予防接種など、必要な旅行書類がすべて揃っていることを確認してください。絶対に。土壇場でのトラブルを避けるため、事前にすべての書類を再確認することが重要です。そして、バックアップ計画を立てることを忘れないでください。予期しない状況が発生する可能性もあるので、準備を整えて柔軟に準備しておくと良いでしょ良い点です。緊急時対応計画を立てておくと、不測の事態を乗り切り、ストレスを最小限に抑えることができます。う。最後に、地元の文化に浸り、訪れる場所の習慣や伝統を尊重してください。これ以上は同意できませんでした。現地の文化を受け入れることで、旅行体験が向上し、地元の人々との積極的な交流が促進されます。これらのヒントに従うことで、十分な準備が整い、旅行を最大限に楽しむ準備が整います。ご協力いただきありがとうございます。レッスン14、再利用可能なバッグの持ち込み。アンナさん、こんにちは。食料品の買い物に行くときは、食料品用の再利用可能なバッグを忘れずに持参してください。こんにちは、ジョン。リマインダーをありがとう。プラスチック廃棄物を減らすためには、再利用可能な袋を使うことが重要な習慣です。いつも手元に置いておきます。それは嬉しいですね。再利用可能な袋を使うことで、環境に良い影響を与え、使い捨てプラスチックの使用を最小限に抑えることができます。絶対に。これは小さな変更ですが、長期的には大きな影響を与える可能性があります。さらに、再利用可能なバッグはより頑丈で、より多くのアイテムを運ぶことができます。それは本当です。それらは耐久性があり、破れるリスクなしに重い荷物にも耐えることができます。食料品の買い物がずっと便利になります。また、再利用可能なバッグの使用は、食料品だけに当てはまるわけではありません。洋服やその他のアイテムを買い物に行くときはいつでも自分のバッグも持ってきます。それは素晴らしい習慣です。再利用可能なバッグの使用をすべてのショッピング活動に拡大できるため、プラスチックバッグや紙バッグの必要性が減ります。まさに、消費に気を配り、持続可能な選択をすることです。再利用可能なバッグは、シンプルでありながらインパクトのあるステップです。もう一つの利点は、一部の店舗では、割引やロイヤルティポイントなど、再利用可能なバッグを使用するインセンティブを提供していることです。これは双方にメリットのある状況です。それは追加のボーナスです。環境に配慮しながらお金を節約することは大変なことのように思えます。
これらのインセンティブには目を光らせておきます。さらに、再利用可能なバッグには様々なサイズとデザインがあり、環境に配慮しながら自分のスタイルを表現できます。私はそれが大好きです。これは私たちのショッピングルーチンに個性を加え、持続可能性への取り組みを示す方法です。絶対に、再利用可能なバッグを日常生活に取り入れることで、他の人にもより環境に優しい習慣を取り入れるよう促すことができます。意識を広め、他の人に前向きな変化を起こすよう促すことが重要です。力を合わせれば変化をもたらすことができます。それについては間違いありません。引き続き、再利用可能なバッグを持ち込み、模範を示しましょう。私たちの小さな行動が大きな影響を与えます。同じ考えでいてくれて嬉しいです。良い仕事を続けて、この環境に優しい旅に参加するよう他の人たちを鼓舞しましょう。間違いなく、力を合わせれば、より持続可能な未来に貢献できます。再利用可能なバッグをご持参いただきありがとうございます。レッスン15、食料品の買い物。こんにちは、アンナ。町の新しい食料品店で買い物をしたことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、あります。彼らは豊富な品揃えと高品質の製品を取り揃えています。それは知っておくと良いことです。私はいつも新鮮な農産物と様々な選択肢がある店を探しています。絶対に。この店には果物、野菜、オーガニック製品も幅広く揃っています。それは素晴らしいです。なるべくオーガニックを買いたいです。健康と環境を優先することは重要です。私は完全に同意します。有機食品には有害な農薬が含まれておらず、持続可能な農業観光を促進します。有機農産物の他に、乳製品やパントリーの主食などの他の食料品もありますか？はい、彼らはそうします。牛乳、チーズ、ヨーグルトなど、品揃えの豊富な乳製品セクションがあります。パントリーの通路には、パスタからスパイスまで何でも揃っています。それは便利です。複数の店舗に行くのではなく、すべてが一箇所にあるといいですね。間違いなく。時間を節約し、食料品の買い物をより効率的にします。ところで、チェックアウト時に紙袋やビニール袋は用意されていますか？いいえ、実際には顧客に再利用可能なバッグを持参するように勧めています。これは、プラスチック廃棄物を削減するという彼らの取り組みの一環です。それは嬉しいですね。私はもっと環境に配慮しようとしてきました。再利用可能なバッグを使うことは、小さいながらもインパクトのある変化です。絶対に。地球を守るためには、あらゆる小さな一歩が大切です。次回買い物に行くときは、必ず再利用可能なバッグを持参します。ヘッドアップしていただきありがとうございます。どういたしまして。意識を広め、持続可能な実践を奨励することが重要です。間違いなく、ポジティブな変化をもたらすために自分たちの役割を果たしましょう。情報をありがとう。レッスン16、プライバシーの尊重。こんにちは、アンナ。お互いのプライバシーを尊重することがいかに重要か考えたことはありますか？こんにちは、
ジョン。絶対に。プライバシーを尊重することは、健全な関係を維持し、信頼を築くために不可欠です。それは理にかなっています。誰もが自分のスペースと境界線に値する。まさに、誰かが自分の生活の特定の情報や側面を秘密にしておきたい場合は、同意と敬意を求めることが不可欠です。私は完全に同意します。許可なく誰かの個人的な事柄を覗き見するのは避けるべきだ。間違いなく。大切なのは思いやりを持ち、個人情報を共有するときの快適さのレベルは人それぞれであることを理解することです。正しい。プライバシーを尊重するということは、他人についての噂や噂を広めないことでもあります。絶対に。その人が喜んでその情報を共有しない限り、私たちは誰かの指示について話し合うことは控えるべきです。オープンなコミュニケーションを確立し、友人や愛する人との境界線を設定して、何を共有しても構わないかを決めることが重要だと思います。これ以上は同意できませんでした。健全な関係は信頼の上に成り立っており、プライバシーを尊重することはその基本的な側面です。プライバシーは個人的な問題だけでなく、デジタル空間やオンラインでのやり取りにも及びます。全くその通りだ。共有する情報に注意し、オンラインアカウントの安全を確保することで、オンラインプライバシーを保護することが重要です。それは重要な点です。私たちは自分のデジタルフットプリントに注意し、個人データを保護するための措置を講じるべきです。間違いなく。プライバシーは物理的な生活と仮想的な生活の両方において私たちが大切にし保護すべきものです。絶対に。お互いのプライバシーを尊重することは誰にとっても安全で快適な環境を作り出します。同意した。信頼を育み他者との関係を強化します。私たちのやり取りにおいてプライバシーを尊重するよう意識的に努力し、他の人にも同じことをするよう奨励しましょう。それについては賛成です。プライバシーを尊重することは成熟と共感の表れです。よく言った。これからも日々の生活におけるプライバシーの価値を優先し、守っていきましょう。レッスン17、子どもたちに喜びをもたらす。アンナさん、こんにちは。子どもたちに喜びをもたらす方法について何かアイデアはありますか？こんにちは、ジョン。絶対に。子どもたちに幸せと思い出に残る体験を提供する方法はたくさんあります。それは素晴らしいです。頭に浮かぶアイデアの一つは、公園で楽しい一日を過ごすことです。それは素晴らしいですね。ブランコで遊んだり、滑り台を滑り降りたり、一緒にピクニックをしたりできます。はい、そのような野外活動はいつも彼らの顔に笑顔をもたらします。別のアイデアは、お気に入りの映画やスナックと一緒にムービーナイトを過ごすことです。それは素晴らしいアイデアだ。彼らは居心地の良い雰囲気と映画鑑賞の興奮を一緒に楽しむでしょう。もう一つのアイデアは、裏庭で宝探しをすることです。それは彼らにとって楽しくて魅力的な活動になるでしょう。絶対に。彼らは隠された宝物を探したり、手がかりを解いたりするのが大好きになるでしょう。クッキーやカップケーキを一緒に焼くのはどうですか？絆を深め、
一緒に美味しいお菓子を作るのに最適な方法です。それは素晴らしいアイディアだ。材料を混ぜたり、焼き菓子を飾ったりする過程を楽しんでくれるでしょう。家族でゲームナイトはいかがですか？ボードゲームやカードゲームをして、友好的な競争をしたり、たくさんの笑い声を上げたりできます。私はそのアイデアが大好きです。充実した時間を一緒に過ごし、心に残る思い出を作る絶好の機会です。近くの動物園や遊園地への日帰り旅行も計画できます。動物を見たり、スリル満点の乗り物を楽しんだりすると、ワクワクするでしょう。それは素晴らしいですね。新しい場所を探検したり、新しい経験をしたりすることは、子供たちにとっていつもワクワクします。そして、ストーリーテリングの力を忘れないようにしましょう。好きな本を読んだり、自分だけの物語を作ったりすることで、想像力をかきたてることができます。絶対に。ストーリーには子供たちを魔法の世界に連れて行き、創造性を刺激する能力があります。最後に、小さなアートプロジェクトを企画して、絵を描いたり、工芸品を作ったりすることもできます。子供たちの創造性を輝かせるでしょう。私はそのアイデアが大好きです。アートプロジェクトでは、色や素材を使って自分を表現したり、楽しんだりすることができます。これらのアイデアはきっと子どもたちに喜びをもたらし、美しい思い出を作るでしょう。これ以上は同意できませんでした。彼らの人生に幸せをもたらし、この瞬間を大切にするように努力しましょう。絶対に。彼らの笑顔と笑い声を見ることは最大の報酬です。それを実現させよう。レッスン18、ルーチンにおける柔軟性の維持。アンナさん、こんにちは。ルーティンにも柔軟性を保つことが重要だと思っていました。どう思いますか？こんにちは、ジョン。絶対に。日々のルーチンの調整や変更を受け入れることは多くのメリットをもたらします。それは賢い。これにより、予期しない状況に適応し、新しい機会を見つけることができます。間違いなく。柔軟性はバランスの取れたストレスの少ないライフスタイルを維持するのに役立ちます。それは本当です。ルーティンが厳しすぎると、刺激的な経験や個人の成長を逃してしまう可能性があります。絶対に。柔軟性を受け入れることで、新しいアイデアや視点を生活に取り入れることができます。それは素晴らしい点です。また、柔軟性があると、周囲の人々のニーズにより適切に対応できるようになります。はい。これにより、愛する人たちの変化する状況をより理解し、それに対応できるようになります。ルーチンでは、構造と柔軟性のバランスを取ることが重要です。私は完全に同意します。基本的な構造を持つことは安定をもたらし、柔軟性は自発性と成長を可能にします。変化に対してオープンであることは、問題解決能力と適応力を養うのにも役立ちます。絶対に。レジリエンスと人生の課題を乗り越える能力を養います。ルーチンに柔軟性を持たせることは、創造性と革新性の向上にもつながります。それは本当です。厳格なルーチンから離れることで、新鮮なアイデアやアプローチが生まれます。
自分のニーズに耳を傾け、それに応じてルーチンを調整することが重要です。はい。自己認識はいつ変化を起こす必要があるかを認識する上で重要な役割を果たします。そして、セルフケアの重要性を忘れないようにしましょう。柔軟性を持つことで、私たちは幸福を優先することができます。絶対に。リラクゼーション、趣味、そして私たちに喜びをもたらす活動のための時間を作ることは不可欠です。ルーチンに柔軟性を持たせることは、より良いワークライフバランスを見つけるのにも役立ちます。その通りだ。これにより、仕事、家族、個人的な興味に時間をより効果的に割り当てることができます。全体として、ルーチンに柔軟性を持たせることで、より充実したダイナミックな生活を送ることができます。これ以上は同意できませんでした。柔軟性を受け入れ、それがもたらす可能性を歓迎しましょう。絶対に、適切なバランスを見つけ、刻々と変化する人生の本質に心を開くことです。柔軟性と順応性を保ち、より豊かで活気に満ちた旅を作る努力をしましょう。よく言った。柔軟で充実した生活を送ろう。レッスン19、信頼を築く。アンナさん、こんにちは。信頼を築く一つの方法は、オープンで正直なフィードバックを奨励することです。こんにちは、ジョン。全く同感です。人々が聞かれ、大切にされていると感じると、信頼が芽生え始めます。まさに、誰もが自分の考えを気軽に共有できる環境を作ることが重要です。積極的に耳を傾け、様々な視点を検討することで、信頼を築き、関係を強化することができます。これ以上は同意できませんでした。建設的なフィードバックは、個人的にも職業的にも成長するために不可欠です。改善すべき分野を特定するのに役立ち、継続的な学習と能力開発を促します。その通りだ。フィードバックを行うときは、人ではなく行動や行動に焦点を当てることが重要です。絶対に。行動を個人から切り離すことで、より前向きで生産的な会話が促進されます。さらに、フィードバックを行う際には、具体的に説明し、例を示すことが不可欠です。これにより、より実践的になります。具体的なフィードバックは、自分がうまくやったことや改善できる分野を理解するのに役立ちます。タイムリーにフィードバックを提供することも重要です。これにより、即座に振り返り、進路を修正することができます。はい、フィードバックが遅れても、同じ影響や関連性が得られない場合があります。適時性が重要です。信頼を育むもう一つの側面は、自分たちでフィードバックを受けることにオープンであることです。それは本当です。フィードバックを歓迎することは、私たちが他の人の視点を大切にし、成長に取り組んでいることを示しています。受け取ったフィードバックに対して防御的になったり否定的になったりすることなく、注意深く耳を傾けることが重要です。積極的に耳を傾けることは敬意を示し、オープンで正直なコミュニケーションのための安全な空間を作り出します。まさに、積極的に耳を傾けると、相手の意見を大切にし、学ぶ意欲があることがわかります。さらに、受け取ったフィードバックを認め、感謝することは、
信頼と信頼関係を築くのに役立ちます。絶対に、感謝の気持ちを表すことは、フィードバックを提供するのに必要な努力と勇気を大切にしていることを示しています。信頼は、個人的にも職業的にも、強固な関係の基盤です。オープンで正直なフィードバックを奨励することで、信頼と成長につながる環境を作ります。信頼は、コラボレーション、イノベーション、そして強力なチームの構築を可能にします。これは継続的なプロセスであり、関係者全員の努力とコミットメントが必要です。オープンなコミュニケーションと積極的にフィードバックを送ったり受け取ったりすることで信頼を強め、大きなことを成し遂げることができます。私も同感です。信頼を築くには時間がかかりますが、どんな関係や組織にとっても価値のある投資です。信頼は有意義なつながりの基盤であり、帰属意識と相互支援を育みます。交流においてオープンで正直なフィードバックを引き続き奨励し、信頼が高まるのを見守っていきましょう。